はい、皆さんこんばんにちは、さとけんです。今回はジョジョの奇妙な冒険第4部の東方仗介の髪型を再現していこうと思います。サムネにもしているかと思いますが、この部分リーゼントではありません。後でまた説明します。あとはこのてっぺんの部分にある奇妙な模様ですよね。通称ハンバーグと呼ばれているんですけれども、映画だとここを確かもじゃもじゃで表現されていたんですよね。確かに初期作がそうだし、そっちの方が作るのは簡単なんですよね。だが断る。リアリティだよ。リアリティこそが作品に命を吹き込むエネルギーであり、リアリティこそがエンターテインメントなのさ。ということで、初めてのリーゼント作成頑張っていきたいと思います。ベースはこちらのオールバックのウィッグから作ります。色は作画によってかなり毎回違うので、好きな色で作ってください。僕は今回紫でいきます。あとは同じ色の長い毛束も使って作っていきます。はじめに反り込みを入れていきます。今回リーゼントあんまり作ったことがなかったので、一回違うウィッグで練習してから撮影しているんですけれど、その練習の時に反り込みをやらずに作ったらあまりうまくいかなかったので、これちゃんと意味あったんだなって改めて思いましたね。生え際を四角く作っていきます。その反り込みを目安に上と下で分けてブロッキングしておきます。理容師さんが作っているリーゼントをたくさん見たんですけれども、サイドは少し短めになっていることが多いっぽいんですよね。なんですが、ウィッグの中身見えてしまうので、今回少し長めに切っていきます。切り方自体は丈太郎の時とほぼ一緒で、スクエアカットという切り方をしていきます。床と平行に持ち上げて、そのまま四角くカットして、その長さを目安にまっすぐ縦にハサミを入れて四角くカットしていきます。もみあげに関してはこれも多分本来もっと短くていいと思うんですが、セットしづらくなるので長めに残してあります。スクエアカットについては丈太郎の動画をぜひ見てみてください。丈介は襟足に長い毛束が2本ありますので、間違って切らないように先に分け取っておきます。後ろもサイドと同じくスクエアでカットしていきます。ただ後ろは長いとセットしづらくなっちゃうので、結構しっかりめに短く切っちゃって大丈夫です。でプラスアルファ下の方ですね、襟足に向かってだんだん短くなるようにグラデーション気味に切っていきます。この後上も切るんですが、上をちょっと特殊な切り方をしていくことになるので、下が切りづらくならないように先に毛量を減らして調節しておきます。でその上のカットなんですが、本来この髪型の時はスクエアカットで同じくカットして大丈夫かと思います。ただ丈介の場合は上にハンバーグが乗りますので、その重さに耐えられるように中にすき毛を入れますので、その分の長さを残してカットしていこうと思います。すき毛を作ってその表面を覆う時にあまり厚みがないと隠せなくなってしまうので、 4,5 センチくらい残した状態で残りの部分をブロッキングしていきます。この部分は今回カットせずにいきます。残すところ以外をこちらも真上に持ち上げてスクエアでカットしていきます。前髪に関してはかなり長めに残しておいた方がいいかなと思います。長さ整えるぐらいでチェックだけしておきます。これでカットが終わりです。結構長いですよね。襟足部分もこんな感じで残してあります。ストレートアイロンを使って毛流れを作っていきます。さっき長めに残していた横と上の境目の部分はほぼ上と合流することになるので、結構しっかりめに上向きに毛流れを作っていきます。サイドに関してはほぼ真後ろにピシッと頭にフィットするようにアイロンで熱を当てて根元の向きを変えていきます。本来地毛でリーゼントをするときは今この右側ぐらいしっかりドライヤーでブローをして形を作っていくのが一般的かなと思います。今アイロンでやってることをドライヤーでやる感じですね。もしくはアイパーで毛流れを後ろに作っていく方向になるかと思います。丈介の髪型の場合は前髪は
かなり寝せた状態というか倒した状態で毛流れを作ってあります。あとはこの反り込みの部分はしっかり上に向けて毛の流れを作っていきます。1回目練習した時はここが毛が残ってたのでどっち行っていいかわからない毛が多くてあんまりうまくいかなかったので、結果反り込みはちゃんと意味あったんだなっていう結論に至りましたね。ここからセットをしていきます。まだこの時点ではワックス何もついていない状態から始めます。表面になる部分にほんのちょっとだけ逆毛を入れて毛と毛がくっつきやすい状態を作っておきます。表面になるところ以外にしっかり逆毛を立てて根元が動かないようにしてあります。毛先がどんだけ動いても根元が動かないようになっていれば OK です。切らずに残しておいた部分にしっかりと逆毛を立ててボリュームを出していきます。根元から積み上げるように逆毛を立てていくといいかなと思います。ちょっとこれでも足りないので最初の毛束の一部を使ってもじゃもじゃにして突き毛を作ってあります。これをベースの毛と絡ませた状態にして必要であればピンを使ってしっかり留めておきます。このすき毛の形結構大切で仕上がりの形にも影響してくるので綺麗に整えて本当にハンバーグ作る時みたいに真ん中をへこませておきます。この上に毛束を重ねていきます。面をきれいに重ねて真ん中に来た毛束を後ろに流していくようにするといい感じになるかなと思います。ジョウスケのセットをするときは上から固めると絶対うまくいかないのでサイドから行くのをおすすめします。毛の流れをピチッとした状態で毛先が上と合流するように毛の流れを作っていきます。もう10年ぐらい前になっちゃいますが理容師さんにこの髪型を教えてもらった時にこの部分折るんですと教えてもらって、実際アイパーとかブローでここに角を作るようなイメージで曲げて作っていくのがいいらしいですね。サイドはぴっちり押さえていきます。フロント部分は結構下に下げたいので手で押さえて下げた状態でスプレーを振って固めていきます。後ろは横から持ってきた毛流れを真ん中で合わせて少し下に毛を流していきます。丈太郎の時と似てますが丈太郎のはちょっと上に向いて流していた感じですね。最初に出てきた毛束を細く分け取ってグリースのスタイリング剤ですね、固まりきらないけどツヤが出るタイプのスタイリング剤をつけて束を作っておきます。これをいくつも用意しておきます。その毛束に毛ピンをつけてしっかり返しを作った状態で抜けづらいように作っておきます。脱線しましたがメインのリーゼントの髪型がこちらです。後ろはこんな感じになっています。最初にもお話ししましたがこの部分はリーゼントではないです。本来のリーゼントは横と後ろのこの部分のことをリーゼントスタイルと呼んでますね。前髪はポンパドールが正式な名称です。でもほとんどの日本の方はこのアトムみたいな部分を指してリーゼントと言っているので、そっちの方が通じやすいかもしれないですね。今なんつった？誰の頭がサザエさんみたいだって？ドララ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 ラで実際ちょっと編んでみたんですがなんか違うなってなってんですよね。頭お花畑じゃねえぞこら。ドララクレイジーダイヤモンドで直してもらっていい感じのハンバーグが出来上がりました。編み終わりの毛先は後ろの間に収納して襟足をカクッと折っていきます。一回上に上がってもう一回カクッと折れて下に下がっているようなちょっと稲妻型っぽい襟足を2本作って重力に逆らいながらスプレーで固定していきます。最後に全体にスプレーを振ってコームでバランスと毛流れを整えたらこれで完成です。はい、これで東方丈介の髪型が完成いたしました。
リアリティを求めて難易度がグレートになってしまいましたが、楽しんでいただけましたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録してまた見に来てください。それでは。